皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回もこちらドランダガーヘルズチェインライノホーン、新しく発売された3機のパーツを使った 3on3 バトルをやっていきたいと思います。今回チョメマルはドランダガーのパーツを使います。そして野水航がライノホーンのパーツを使ってバトルしていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。シュートポジションを決めるじゃんけんをやっていこう。最初はグー、じゃんけんぽい。右で了解。お互いのファーストベイ、せーの、じゃん。シャークエッジ 560S。 ドランダガー 360P。 ファーストバトル、レディーセット。3、2、1、ゴーシュー。いやー、最初に色がついた。ファーストフィニッシュ。ドランダガーに2ポイント。やった。いやー、やっぱりこの S とかだとバーストしちゃうね。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。ライノホーン 380F。 コバルトドレイク 580R。 セカンドバトル、レディーセット。3、2、1、ゴーシュー。いやー、まずはライノよし。よし、オーバーフィニッシュ。ライノホーンに2ポイント。やっぱり攻撃力はあるね。なんか君ディフェンスタイプカウンターするね。ねえ、まあ今のはカウンターというよりももうしっかり攻撃したような感じもしたけどね。まあでもコバルトドレイクっていう最重量のベイルをしっかりとオーバーできるだけのパワーがあるっていうのはいい発見かなと思ったね。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。コートダジュールになってる。オートダジュールじゃん。ナイトシールド 360E。 ドランソード 380LF。 なんかあれだね、その LF とコートダジュールの色がマッチしてていいね。そうだね、紫だからね、コートダジサードバトル、レディーセット。3、2、1、ゴーシュー。おお、上に飛んだ。危ない。危ないよ。さあディフェンスタイプしてるよ。ディフェンスタイプ。ああ、姿勢が悪い。頑張れコートダジュール。スピンフィニッシュ。ナイトシールドに1ポイント。これがディフェンスタイプ。サードバトルでも勝敗が決まらなかったので、デッキの順番を入れ替えて続きからやっていきます。お互いのフォースベイ、せーの、じゃん。ライノホーン。ドランダガー。フォースバトル、レディーセット。3、2、1、ゴーシュー。お付け。うわっ、よっしゃー。うわっ、よっしゃエクストリームフィニッシュ。ドランダガーに3ポイント。やったー。ということで 3on3 バトルの勝者はチョメマル。やったぜ。今めっちゃいい感じにこっち攻撃したのに。ないのようカウンターしてんな。いやもうこれはカウンターじゃないよ、アタックだよ。アタックだな。めちゃめちゃいい感じだったよね、ライブの時両方とも良かったね。しっかりとね、ドランダーガーって結構重いんだけど、うんうん重いドランダーガーをもちゃんと上の方に弾き飛ばすだけの攻撃力あるから、やっぱりね、ライノはアタックタイプです。はい、というわけで 3on3 バトルやっていきましたけど、いかがだったでしょうか。今回のバトルはお互いのいいとこが見られたんじゃないかなって正直思ってる。そうだね。やっぱね、ドランダガーもしっかりとアタックタイプでね、最後エクストリーム俺決められちゃったし、うんでライノもね、しっかりと相手を弾き飛ばす、コバルトドレイクだろうがドランダガーだろうが弾き飛ばす、もはやディフェンスタイプではないアタックタイプらしい戦い方をできててね、悪くないんじゃないかなって思ったよ正直。うん俺のライノ本は 31. 点何グラムだったんだけど、うん31グラムの攻撃じゃないと思う。
でもね、弾き飛ばし方が結構すごいね。ぶっちゃけやっぱりディフェンスタイプで使うよりアタックタイプで使った方が強いと思う。あとあれだね、バイパーテールとかをアタック運用するときはバースト狙うっていう戦い方の方が多いんだけど、こいつはオーバー狙うって感じだね。そうだね。その相手を飛ばすだからバーストするっていうのは若干違うかも。まあしっかりバースト取ってる場面も前の動画であるからバースト取れないことはないと思うんだけど、それよりも相手を弾いてるっていう印象がかなりあるかなって思ったね。スパイクの方はね、若干やっぱり難しいというか、あんまりこう今んとこ利点が見えてこないっていう感じが正直しちゃってる。ニードルの方が傾くからラチェット狙うんだったらニードルとかの方がいいのかなみたいな風に思っちゃうし、やっぱりオーブみたいな持久力があるようにも思えないから倒れちゃうしね、最後。だから難しいところだね。今回やっぱり僕もシャークエッジにつけてね、ラチェットを狙うというか攻撃するような感じでやったんだけど、バースト負けしちゃったし、それはしょうがないとしてもやっぱりなんかこうその傾きを生かせてる感があんまりないから、そこが結構難しいところかなとは思うね。傾いて飛ばしてくれてったらいいんだけどね。そうね、まあなんかいいカスタマイズが見つかればこれもまた化ける可能性はゼロとは言わないけど、現時点では正直俺個人の意見としてはまあ他のビットの方を優先しちゃうかなみたいなところはあるかなっていうのが正直な感想かなと思う。でもライノホーンはマジでめちゃめちゃ好印象上がったね。そうだね。めちゃめちゃ楽しいね、使ってて。でチョメマルが今回ねドランダガーをね使ったんだけど、やっぱね連打攻撃小づくのがすごいいいなと思った。そうね、やっぱドランソードとかシャークエッジと違ってまあ何回か当たりに行くみたいな、ちょっとずつ与えてるうちに大打撃を与えることもあるし、その連打で少しずつ削っていくこともできるしみたいな。そうドランソードはその一撃一撃が重たくてね、飛ばしていくんだけど、こいつはね小づいて飛ばしていくって感じかな。でドランダガーもドランソードと多分一緒でいろんなビットそうだね、相性いいかもしれないね。今回 P 破壊してるからね。いやー最後のエクストリームはでもびっくりしたな。まあでもどっちが飛ばされてもおかしくなかったよ最後。そうね、っていうかあそこからね正直時給でワンチャン勝てるかなぐらいの気持ちでいたから、いくらそのライの方に持久力がないとはいえあの状態までいけばさすがに勝てるっしょって思ってたから、そこからまさかのねあんな風に飛ばされるとは思ってなかったね。そうライの方の話で一つ言い忘れたことがあるんだけど、K が小さいじゃん。だからオーバーポケットに入っちゃった時とかエクストリームゾーンに入った時に帰ってきづらいね。リバースしづらいってことね。このまますっぽりとね入っちゃうんだよ全部。本当にしっかり入って中で回っちゃうんだよね。だからまあここはねさすがに真ん中だったら帰ってくるけど、多分端っこだとやっぱりこう何も引っかからずに落ちちゃうね。からオーバーとかエクストリームに入ると結構絶望的かもしれない場面はあるね。まあその分弾いてくれるから。そう、あとねライノホーンは触れ込みで内重心防御、安定した重心でスタジアム中央から動かずあらゆる方向からの攻撃を弾き返しやすいって書いてあるんだけど、内重心って感じでは正直ないかなとは思ったね、ブレるから。まあね、今回のねベイブレード X ってやっぱりこう真ん中にこういう機構がいろいろと入ってるからさ、ここがメタルにならないと多分大体内重心にはならないような。単純に K が小さいっていうだけでね、内側外よりも内の方が重くなってるってわけではないからね。っていうのがあるかなっていうのは正直感じちゃったとこかなとは思う。まあでもそのねバイパーテールもそうだけど公式のコンセプトはあとヘルズサイズもそうか、公式のコンセプトは基本的に無視しても強いベイができたりするから、まあだからあんまりその公式がこう言ってるからってのを気にせずに今回のアタック改造みたいに好きなものやってった方が輝かせられるかもしれないなとは思ったね。自分のね好きなように合ったコンセプトでねやっていけばいいと思います。いやでも本当に面白いと思ったのがさ、ドランソード、ドランダガー、シャークエッジ、コバルトドレイク、アタックタイプのベイってこういろいろ出てきたけどさ、全部戦い方違う感じがしてさ、それはすごい面白いなと思ったね。そうだね。ドランソードは持久と両立した割とバランスのいい感じで、でも一撃一撃は割と重めの感じで、でシャークエッジはもう攻撃ガン振りのもうアタックだけするぜみたいな感じで、でコバルトドレイクは重量のある押し出しみたいな感じの戦い方ができて、でダガーは一撃一撃はやや小さめだけど持久力の方もやや高めで、でもしっかりとした攻撃力もある。
それぞれがなんかこうプレイスタイルによって違う戦い方ができるっていうのはベイブレード X よくできてるなとは思ったね。はい、っていうわけで皆さんもよかったらこの新商品買って遊んでみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。